今回は吹き方の基本を紹介します。ドゥドゥークの基本である英漢を使って指使いを紹介していきたいと思います。ドゥドゥークでドレミファソラシドを吹いてみましょう。基本の英漢は、A、つまりラの音が基準になっています。穴を一つも押さえないで吹くとこの音が出ます。まず左手はこのように配置します。指穴はリコーダーのように指の腹で押さえます。次に右手ですが、右手も同じように指の腹で押さえようとするとかなり無理があると思います。ドゥドゥークの場合、まず小指だけを指の腹で押さえ、その他表の指を自然に置くと指の腹ではなく第一関節と第二関節の間のあたりで塞ぐことになると思います。これが正しい指穴の塞ぎ方です。最初は違和感がありますが、徐々に慣れてきます。本体と指が垂直になるようにします。利き手によっては右手が上に来る人もいます。どちらでも大丈夫です。それでは小指を開けた状態の A の音から順番に吹いていきましょう。吹くときは手の力を抜いて軽く指を添えるように置いてください。続いて B。次の音なんですが、人差し指を離さずにそのまま軽く添えて置いておいてください。こうすることによって親指と人差し指でドゥドゥークをホールドすることができます。次の音の時は中指を離して薬指を戻してきます。で、次の音はそのまま吹くと音が、音程が正しい音になりません。ドゥドゥークは民族楽器のため、あえてこのように調節されているのですが、正しいドレミファソラシドのスケールを吹きたい場合は、この音の親指を離したときに、親指をこのように離したときに、唇を強めに少しだけ加えることによって音程を調節する必要があります。調節しないと、になるのですが、調節すると正しく吹くことができます。で、親指はきちんと離してください。穴が見えるように。軽く離すと半音になってしまうので、ちゃんと親指を離すことを意識して吹いてください。で、最後の音の時は右手と同じように人差し指は完全に離さずに軽く添えたまま穴を開けてください。一度下のラの音から順番に吹いてみますね。一番上のラの音に来た時は右手の人差し指で左手の薬指で右手の人差し指と、右手の親指がドゥドゥーク本体に当たっている状態、他の指はフリーの状態で、あとは唇が当たっている。これでドゥドゥークをしっかりとホールドすることができます。以上が第一ポジションになります。この押さえ方では一番下の指穴は使えません。第二ポジションでは左手の小指も指穴を塞ぐことで表の指穴のすべてをカバーすることができます。この場合、左手の小指は指の腹で押さえますが、その他の表の指は右手の時と同じように自然と関節の間で押さえる形になると思います。第2ポジションで低い音から順番に吹いてみましょう。今回は人差し指をそのまま添えておくと音が変わってしまうので人差し指は添えません。ただし左手の薬指は残すということは変わりません。実演するので聞いてみてください。なぜ初めから全ての穴を押さえることのできる第2ポジションで演奏しないのかということですが、より繊細なテクニックや複雑な曲を演奏しようとしたときに、指の腹で押さえることのできる第1ポジションの方がよりスムーズに演奏をすることが可能になります。なので初めは第1ポジションで練習しておいて、上達してくるようになったら第2ポジションに少しずつ移行していくというのが、通常の練習方法になります。で、アルメニアの伝統音楽も基本的には第1ポジションのみで演奏することが可能なので、
この F シャープの音、一番下の音が出てくる時だけ第2ポジションに曲の中で移って、他の時は第1ポジションで演奏するという風に使い分けられています。先ほど低い A の音から高い A の音まで吹きましたが、ドゥドゥークではさらに低い音と高い音まで出すことができます。高い B の音ですが、このように唇に力を入れることで音を高くします。難しいので初めのうちはできなくても心配しないでください。次回はいろいろな音の出し方を紹介します。それでは。